少佐、ソコロフが連れ去られた。ああ、研究所から自力で逃げ出したところを捕まったのだろう。ボルギンはまだ最終試験が残っていると言っていたんだな。ああ。ならばソコロフはまた研究所へ連れ戻されたに違いない。研究所へ急いでくれ。ソコロフを助け出すんだ。そこにある倉庫を通り抜ければ研究所の南に出る。倉庫の内部へ潜入するんだ。敵の補償に気をつけろ。アサルトライフルは木製の板などを撃ち抜くことができる。板越しに向こう側にいる敵を攻撃できるということだ。覚えておくといい。炎に包まれたり爆発に巻き込まれると火傷を負うことがあるわ。火傷を負うとその分ライフの最大値が減ってしまうわよ。火傷は放っておいても時間とともに治癒していくけど、サバイバルビュアーのキュアで治療を行えばすぐに治すことができるわ。火傷に必要な処置は傷口に軟膏を塗ることと包帯を巻くことよ。両方の処置を施せば完全に治すことができるわ。右の階段から倉庫の中に火力支援の周波数を知っているやつがいる。答えろ。警戒解除要請 149.75。 水中でも銃は撃てる。そこに潜っていると見えにくい。おい、あんたが今装備してるのはサーマルゴーグル。熱源を映像化する装置のようだ。なんてこった。携行可能なパッシブ型赤外線暗視装置なんて。そんなにすごいもんなのかこりゃ。今の西側の技術じゃ航空機に搭載できるようにするのが精一杯だ。ガンシップに積んであったというあれか。だが米軍も似たようなものを実用化してるんじゃないのか。確か夜間の車両運転用に ANPAS5 のことか。あれはアクティブ型の赤外線暗視装置だ。赤外線投光器から赤外線を放射してその反射を映像化する機械だよ。あんたが今使ってるのとは全然違う。とにかくそいつを装備すればジャングルの中で偽装している敵も簡単に発見できるだろう。トラップも見つけやすくなるかもしれないな。ただし地形が見えにくくなるからそこは注意してくれ。この先の森に入れば命はない。ストーキングで罠の気配がわかる。ラジオ 140.52。 スネーク、ソコロフが捕らえられている研究所はその森の北にある。北へ向かってくれ。即席ラーメンを手に入れたのね。即席ラーメン。ええ、最近日本で発明された食べ物よ。お湯をかけるだけでラーメンが作れるの。安くて保存性も高くて、その上美味しい。まさに魔法のラーメンね。なるほど。ところでスネーク、なんだ。それ食べる？そのつもりだが。そう。食べちゃいけないのか。そういうわけじゃないけど、じゃあ何なんだ。もし食べないんだったら持って帰ってきてほしいと思って、一度食べてみたかったのよね、それ。スネーク、放射能 X って知ってる？いや、知らないな。原爆実験の影響でニューメキシコの砂漠に出現した巨大アリを相手に軍隊が火炎放射器で戦う話よ。アリが本当に大きくてスクリーンいっぱいになった時は劇場から悲鳴が上がったんだから。それだけ大きければアリでも糧食になりそうだ。見つけても食べちゃダメよ。そこまで悪食じゃない。あなたまで巨大化したら隠れる場所がなくなるわよ。まるでゴルルゴンだな。ホウジロムササビをキャプチャーしたみたいね。ホウジロムササビはリス科の動物よ。毒もないし攻撃されることもないと思うわ。ホウジロムササビは首、前足、後ろ足と尾の間に皮膜があって木から木へ滑空することができるの。うまく風に乗れば100メートル以上滑空することができるそうよ。ああ、キャプチャーするのは苦労したぞ。それってやっぱり。決まってるだろう。で、うまいのか。さあ。さあ？資料に載ってないのよ。どうして載ってないんだ？わからないけど、ムササビ食べようなんて考える人はいないからじゃない？では、俺が最初というわけだな。そうかもね。
ソコロフは研究所の内部だ。侵入路を探して研究所内部へ潜入してくれ。ナイフなどで切りつけられると節操を負うことがあるわ。節操を負うとその分ライフの最大値が減るわよ。節操は時間とともに少しずつ治っていくけど、サバイバルビュアーのキュアで治療すればその場で治すことができるわ。節操への処置は消毒薬、止血剤、縫合、包帯よ。すべての処置を行えば節操は完治するわ。この施設はもともとは収容所だった。ラジオ 142.94。 これは何も喋らんぞ。あっ、草に隠れて壁の穴が。ドアを開けるには鍵を持った兵を呼び出せば。科学者はホールドアップが効かない。北東の答えろ。武器庫に答えろ。弾が。火力支援要請 143.61。 殺してみろ。話せ。研究所の内部へ潜入したようだな。内部の警戒は厳しい。ソコロフを探すのは科学者に変装しなければ難しいだろう。エヴァから受け取った科学者の服で変装するんだ。科学者へ変装するにはサバイバルビュアーに入ってカムフラージュのユニフォームでサイエンティストを選べばいい。ただしフェイスペイントは落としておけよ。フェイスペイントを落とすにはカムフラージュのフェイスでノーペイントを選ぶんだ。建物の中にいるみたいね。人間が生活している場所なら人間の食べ物もあるはずよ。人間の食べ物？ソ連の軍用レーションとか。いつも生のヘビとかキノコばかり食べているのもなんでしょ。いや、結構気に入ってるんだからそれ。すっかり野生化しちゃってるわね。スネーク、アルゴ探検隊の大冒険って知ってる？いや、知らないな。ギリシャ神話がベースになっているんだけど、黄金の羊の皮を求めて出港したアルゴ号が次々と危険に遭遇するの。聖堂の巨人や七首のヒドラ、あと会長のハーピーとかいろいろなモンスターが出てくるんだけど、なんといってもすごかったのは骸骨軍団と剣士たちの格闘シーンね。まるで本当に戦ってるみたいだった。まさか。疑うならスネークも見てみるといいわ。あれこそ映画の魔法よ。本当にすごかったんだから。わかった。無事帰国したら見に行こう。最近の映画だからきっとまだやってるわ。科学者の服を着ているな。科学者の服を着れば科学者になりすますことができるだろう。ただし科学者に変装している間は武器はほとんど装備できなくなるから注意してくれ。変装していても服に血がついたりしたら変装効果は無効になるからな。もし服に血がついたらとりあえず他の服に着替えてくれ。しばらくすれば血も取れているはずだ。科学者に変装しているな。なかなかよく似合ってる。歩服やローリングのような怪しい行動さえしなければそうそう疑われることはないだろう。ソコロフはその研究所のどこかにいるはずだ。彼の居場所を探し出して接触してくれ。ソコロフがどこにいるかはそこにいる人間に聞いてみたらどうだ。魚は腐りやすい。このエリアにフェイスペイントが。所長室は地下に。2階に。あっ、食料が。お前は自由なのか？トイレにでも行って落ち着いたらどうだ？研究所は地上2階、地下1階になってる。答えろ。科学者同士は仲が悪い。貴様、アメリカ人か？答えろ。西側の自由とはそんなにいいものか？答えろ。食料庫にはうまそうなものがたくさん。ベッドの下にライフ回復剤が。帝国主義者め！
このエリアに武器が。魚は腐りやすい。フィアーは毒入りや腐ったものも食べに来る。